底辺の下請けじいさんがうろついていいところじゃないんだよ。初対面の俺に部長が失礼な発言を平然とする。あまりにも無礼で下請けの人間を馬鹿にした態度に我慢がならず注意をした俺だったが、部長は意にも介さず笑い飛ばした。そして野良犬を追い払うようにしっと手を払った。今日は俺が取り仕切る大事な役員会議があるんだ。さっさと帰れ。おい、お前、このじいさんをつまみ出せ。近くにいた屈強な社員に俺をつまみ出すように命じる。俺は抵抗を試みたが、結局は会社から追い出されてしまった。まさか、こんなことになるとは。まさかこんなことで社外へ追い出されるとは思ってもいなかった。しかし、また会社に入っても彼に見つかれば、また怒号を浴びせられ、社外へと追い出されるだろう。それならばいっそ、このまま帰ってしまうか。玄関前でしばらく思案した後、俺は会社を後にすることを決めた。俺が誰なのか理解したとき、彼は相当困ったことになるだろうが、俺には関係ない。自分のした発言の重さをその身で知ればいいのだ。俺の名前は真田裕二。長年、流通グループの会社で働いてきた。俺の勤める会社は自分で言うのもなんだが、かなり大きな企業だ。全世界に支部を持っているため、国をまたぐ転勤ばかり。俺も例に漏れず、入社してから今まで世界中に転勤をしてきた。慣れない環境で生活をしていくのは大変で、家族にも苦労をかけたかもしれない。だが、こんな仕事をしていなければ、これほど多くの国に住むことなどなかっただろう。そんな転勤生活も自分にとってはいい経験だ。俺はその日、日本支部の本社へ足を運んでいた。実は日本に戻ること自体、久しぶりのこと。日本支社本部は若い頃に勤務した経験こそあるものの、海外への移動が主となってからは、ほとんど来る機会がなかった。いやー、本当に久々だな。数十年ぶりに訪れた本社は、建物の改修も行われていたせいか、記憶の中の本社とは様変わりしており、思わずキョロキョロと周囲を見渡してしまう。俺は気を取り直し、本社の中に入って、かつて共に働いた同僚たちに挨拶をしようと、本社の中を回り始めた。しかし、どこへ行っても、俺が見知っている顔はいない。どうやら俺が一緒に働いた経験のある同僚たちは、異動や退職などにより、もうここにはいないようだ。それほどの月日が過ぎたということだろう。昔の仲間たちに会えないのは寂しかったが、そうも言っていられない。俺は昔の仲間たちに会うためにここに来たのではない。ある重要な要件があって、わざわざアメリカから日本に来たのだ。感傷に浸った俺は、最後に訪れた営業部を出たところで、ここに来た本来の目的地へと歩みを進めることにした。すると、俺が歩みを進める方向から一人の男性が歩いてくるのが目に入った。その男性は、俺のことを怪訝そうに見ている。俺が何かおかしなことをしただろうか。なぜ男性が俺を怪訝そうな表情で見ているのか、その理由に心当たりがなかった。俺も向こうからやってくる男性も歩みを止めることはなく、すれ違いざま、男性は急に声を発した。おい、お前。急に乱暴な口調で声をかけられた俺は、驚いて肩をビクッとさせてしまう。俺ですか。驚きながらちらりと男性が首からぶら下げられた社員証に目をやると、和歌山と書かれてあった。
どうやらこの男性は若山さんという社員らしい。ここには俺と若山さんしかいない以上、声をかけられているのは俺だろう。返事をしないわけにもいかず、思わず反応してしまった。すると、若山さんは俺のことを上から下まで舐め回すように見て、再び口を開く。見たことないじいさんだな。誰だ？若山さんがそう思うのも無理はない。俺は海外からやってきたのだから、日本支部本社にいる人間のほとんどが俺のことを見たことがない人物だと認識するだろう。それにしても、まさか出会い頭にじいさん呼ばわりされるとは思わず、唖然とする。しかし、このままというわけにもいかず、最初の問いかけに何と返事をしようか考えていると、その前に若山さんが畳みかけてきた。誰だって聞いてんだ。一体ここで何をしてるって言うんだ。お前みたいなじいさんが来るようなところじゃないだろう。ああ、失礼しました。私は日本支部の社員じゃないので、お会いするのは初めてだと思います。今日は仕事で日本支部に来たんです。俺は若山さんの問いかけに対し、事実をそのまま返答した。すると、俺の返事を聞いた若山さんは、自分の中である仮説を立てたようだ。うちの社員じゃないじいさんが、なんでこんなところに。ああ、あんた下請け会社の社員だな。最初から俺に対して高圧的な態度だったが、下請けだと思い込んだ若山さんは、馬鹿にするように鼻で笑った。おそらく若山さんは、俺が営業部から出てきたのを見ていたのだろう。それで若山さんの中で、俺は新しい契約を取ろうと営業所に訪れた下請け社員だと勘違いしたようだ。俺の話を聞かず、一方的に下請け認定された上、明らかに見下されている。この状態を何とか正さなくてはならない。そう思った俺は返事をしようとした。いえ、俺は、底辺の下請けじいさんがうろついていいところじゃないんだよ。だが、若山さんは俺に言葉をかぶせ、再度俺を侮辱する。俺は下請け企業の社員ではなかったが、これにはムッとした。下請けと、先ほどから下請けの人間を馬鹿にしすぎではないでしょうか。さすがにその言動は問題かと。下請けだからといって人を馬鹿にしていいわけではありません。何度も下請けの人間を馬鹿にする若山さんの言動に問題があると思った俺は、若山さんの発言に苦行を呈した。何言ってるんだ。下請けは所詮下請け。本社の人間が偉いに決まってるだろう。しかし、俺の反論を若山さんは全く気にせず笑い飛ばす。本社だから偉いとは何事だろうか。若山さんの無茶苦茶な発言を聞いていると頭が痛くなってくる。これはどうしたものかと考えていると、若山さんが野良犬を追い払うように、しと手を払った。今日は俺が取り仕切る大事な役員会議があるんだ。下請けのじいさんにこんなところでうろうろされていると困るんだよ。さっさと帰れ。若山さん、しかし。おい、お前、このじいさんをつまみ出せ。近くにいた屈強な社員に俺をつまみ出すように命じる。若山さんに命じられた社員は少し戸惑ったような顔をしながらも、なんとか抗議をしようとする俺を力ずくで連れ出し、会社の外に放り出した。
まさかこんなことになるとは。仕事できたというのに、まさかこんなことで社外へ追い出されるとは思ってもいなかった。しかし、また会社に入っても若山さんに見つかれば、また怒号を浴びせられ、社外へと追い出されるだろう。玄関前でしばらく思案した後、俺は無言で本社を後にすることを決めた。その翌日、俺の携帯に日本支部本社の社長から連絡が入った。昨日から何度も連絡をくれているようだが、訳あって出ることができなかったのだ。もしもし。真田さん、やっとつながった。今どこにいるんですか？どうして役員会に出席してくれなかったんですか？俺が電話に出ると、社長は焦ったように次々と質問をしてきた。俺は今、アメリカの空港にいます。ちょうど帰ってきたところです。俺が電話に出なかったのは飛行機の中にいたからだ。アメリカの空港？一体なんで？社長は俺の行動があまりにも予想外だったのか、声が裏返っている。俺は約束通り、そちらの日本支部本社に行きました。しかし、社内を歩いていたところ、若山という社員に追い返されてしまいましてね。追い返された？次々と俺の口から出てくる予想外の言葉に、社長は聞き返すのが精一杯なようだ。役員会議があるから、下請けのじいさんは帰れと言われましてね。どうやら俺を下請けの社員だと勘違いしたようです。事実を言おうにも、俺の話を一切聞いてくれなくてね。なので本社に帰ることにしました。俺は若山さんがあの状態では拉致が開かないと思い、アメリカに帰国することを決め、すぐさまアメリカ行きの飛行機に乗っていた。若山がそんなことを。本当に申し訳ありませんでした。俺の話を聞いた社長が慌てて謝罪をする。日本支部本社の社長ということは日本のトップということだ。そんな上に立つ人間が俺に対してこんなにも取り乱し終始低姿勢なのには理由がある。何を隠そう、俺は流通グループをまとめているアメリカ本社の社長なのだ。俺は若い頃にアメリカ本社へ移動が決まり、アメリカ本社に行ってからは働きながら大学にも通って流通システムを学び、着実に知識をつけていった。当時、アメリカ本社の業績は良くない状態で経営が傾き始めたのだ。そんな状態を打開しようと俺は今まで身につけてきた知識をフルに活用し、アメリカ本社の経営を軌道に乗せようと尽力した。その結果、傾いていた会社の状態は改善し、着実に業績が良くなっていった。本社の状態が改善された後は、世界中へ事業を拡大させるプロジェクトも始動させ、それも成功させた。そんな俺の今までの功績が認められ、最近社長に就任したのだ。俺が日本支部に足を運んだのも、役員会議の中で就任挨拶をする予定があったからだ。また、俺が社長に就任したことで、日本経営を強化する目標も立てており、その戦略を決める会議も兼ねていた。しかし、そんな役員会議の主役となる俺が時間になっても来なかったので、社長もかなり困ってしまったらしい。驚かせてすまなかったね。ただね、そちらの若山さんには参ったよ。俺の話を全く聞こうとせず、勝手に勘違いをして追い出されたのだから、俺だってかなり頭を悩ませたのだ。俺の正体を明かしてどうにかしようと思ったのだが、若山さんは一度痛い目を見ないといけないと彼の言動を見て悟った。そこでアメリカに帰国するという手段を取ったのだ。本当にすいません。
和歌山はちょっと、日本支部本社の中でも要注意人物なんです。社長の口から驚きの真実が語られることになる。社長の話によると、和歌山さんは上の者に対してはうまくやっているようで、口もうまく優秀な社員というイメージを植え付けているようだ。おかげで現在は部長職を任されているらしい。俺が参加する予定だった会議でも素晴らしい戦略を発表したようで、満場一致でその戦略が承認されたという。しかし、その発表された戦略に問題があったのだ。和歌山さんは優秀な部下たちを集め、部長という立場を使って戦略作りを部下たちに強要した疑いがあるらしい。戦略を立てさせただけではなく、それを自分が考えたものとして発表しているのだから、手柄は和歌山さんのものになるだろう。その話が本当であれば、それはかなり問題行為だな。そうなんです。他にも同僚や部下の手柄を昔から奪っていたという話も耳に入ってきているのですが、いかんせん証拠がないんです。少し前から社長の耳に和歌山さんの話が入ってくるようになり、社長も悩んでいたようだ。そこまでわかっているのなら、なぜ行動しないんだ。疑わしいのであれば、徹底的に調査をしなさい。費用については、こちらが持つ。はい。良くない話が一つ二つじゃない時点でかなり怪しい。このままにしておけば、和歌山さんは同じことを何度も繰り返すだろう。それは会社のためにならないこと。俺に叱責されたことで、社長はすぐに事実確認をするだろう。調査が行われれば、結果は俺の耳に入ってくる。俺は一旦その調査の結果を待つことにした。翌月、俺は再び日本支部本社に足を運んでいた。今日開かれる役員会議に参加するためだ。先月来た時には会議に出ることも叶わず追い出されてしまった。しかし今回はそんなことが起こることはまずないだろう。俺は一番早く会議室に来ており、一人である人物を待っていた。窓から見える日本の景色を眺めながらしばらくのんびりとしていると、ドアが開く音がした。目を向けると、和歌山さんが会議室に入ってきた。俺はこの会議室で和歌山さんが来るのを待っていたのだ。この前、俺の顔を睨みつけていた時とは違い、和歌山さんの表情はどこか浮かれている感じがする。おそらく今日の会議によって自分の役員昇格が決定するとでも思っているのだろう。しかし、俺がここにいる以上、和歌山さんの想像通りにことを進めさせるつもりはない。会議室に入った和歌山さんは、俺がいることに気づき、俺があの時の下請け男だと気づいたようで、ぎょっとした顔をする。なんであの時のじいさんがここにいるんだよ。よほど驚いたのだろう。思ったことがそのまんま口から出ている。下請けのじいさんがいて驚きましたか？残念でしたね。私は元から下請けの社員ではないんですよ。なんで？だってあの時否定しなかったじゃないか。和歌山さんは俺が下請け会社の社員であることを疑っていなかったようだ。下請け会社の社員だと勝手に思って勝手に納得していたのはそちらでしょう。私はアメリカ本社の社長をしている真田裕二です。アメリカ本社の社長だって？あ！最初は驚いていたものの、俺の名前に聞き覚えがあったのだろう。最近社長になったばかりの俺は、社員の間でも名前が出ることが多いはず。和歌山さんも
俺の名前を聞いたことがあったのだろう。今日の会議では、君の処分について話し合われることになる。覚悟しておくように。私の処分？今日は。アメリカ本社の社長も知らない君が役員になれるとでも思っているのかい？笑わせないでくれ。ですが、私の戦略は承認されたはずです。あなたも聞いていたでしょう。和歌山さんも俺の口ぶりから本当にアメリカ本社の社長であることは理解したようだ。しかし、こともあろうに俺に対して戦略のことをわざわざ言ってくるとはいい度胸だ。あの出来のいい戦略案はすでに和歌山さんが作ったものではないことが明らかになっているというのに。ああ、前回の役員会議で発表された戦略のことは聞いていますよ。そう言うと、さっきまでこわばっていた和歌山さんの表情が一気に明るくなる。じゃあ、俺の能力、分かってくれますよね？散々暴言を吐いた相手だというのに、それすら忘れてしまったのだろうか。承認されたと言っても、和歌山さんが作ったものではない以上、和歌山さんの手柄になるわけがない。それに、もしも和歌山さんの手柄になったとしても、すべてがチャラになるわけがない。君についてはね、いろいろと報告を受けているんだよ。主に悪い報告を、ねえ。俺がそう言うと、さっきまで嬉しそうにしていた和歌山さんの顔が再びこわばる。それもそうだろう。彼の中には後ろめたいことしかないはず。俺が社長に強く調査をするように求めたことで、電話の後、社長は和歌山さんの言動についてすぐに調査を開始した。そして1週間ほど経って和歌山さんに関する調査は終了。調査によって最初に分かったのが気に入らない社員を間食に追いやっていたという事実。和歌山さんは気に入らない社員を見つけると仕事を奪ったり、ミスを押し付けたり、姑息な手段を用いてその社員を間食に追い込んでいたようだ。これだけのことをしていれば問題になりそうなものだが、和歌山さんに嫌がらせをさせられた人々は漏れなく心を病んでしまっており、悪事を訴える気力もなかったようだ。そのため今まで和歌山さんの悪行は上の耳に入ってこなかった。しかし、つい最近間食に追いやられた社員に聞き取り調査をしたところ、和歌山さんからの嫌がらせを認めた。その人も最初は和歌山さんの嫌がらせに耐えようとしていたようだが、あまりにも執拗な嫌がらせに疲れてしまったという話だ。ずいぶん悪どい嫌がらせをしたようだね。ちなみに君に嫌がらせを受けたと認められた社員は全員元の部署に戻しておいたよ。嫌がらせだなんて、ちょっと教育に熱が入って厳しくしてしまっただけなんですよ。はは。なんとか自分の罪から逃れたいようだが、俺の言葉を聞いて目が泳いでいる。和歌山さんの悪事はそれだけではない。部長という役職を与えられている人間が自分の仕事をまともにせず部下に押し付けてたという報告も出ている。これに関しても事実確認は済んでいる。和歌山さんの部下に話を聞くと、最初は報復を恐れていたようだが、最後には仕事を押し付けられていた事実を認めたという。部下は和歌山さんに仕事を押し付けられたことにより、自分の仕事がままならなくなり、毎日残業漬けだったらしい。今後、仕事を押し付けられずに済むことがわかると、泣いて喜んだという。君の部下は本当に苦労したようだね。顔色が悪く、目にすごいクマができていたよ。君はこんなに健康そうだというのにね。俺がそう言って、
若山さんの顔を見つめると、気まずいのか目をそらす。押し付けるだなんて。今後の勉強のためにと、少し難しい仕事をやらせていただけなんですよ。それに熊だって出やすい体質なだけじゃないですかね。勉強ね。勉強にしては部下に残業をさせすぎなのでは？いつもあなたは定時で帰っていたようですし。それは部下の要領が悪かったんでしょう。おかしいな。ちゃんと効率よく仕事をする方法を教えたはずなんですけど。俺が事実を一つ一つ並べる中、若山さんは油汗を額に浮かべながら必死で言い訳を並べる。そうですか。聞き取りをした皆さんの言葉からもそんな事実はなさそうですけどね。ではこの事実はどう答えますか？そう言って俺が差し出したのは若山さんが使用したという経費の数々。一見普通のことのように思えるが、問題はその中身だ。この日、取引先と打ち合わせで経費を使用したとありますが、打ち合わせの予定は入っていませんでした。俺の言葉を聞き、若山さんの顔が青くなる。あなたは経費だと言ってお金を遊びに使っていたようですね。なんやら熱心に通っているキャバクラがあるとか。俺がそこまで言うと言い逃れできないと思ったのか、若山さんは額を床にこすりつけ土下座をしだした。すいませんでした。もういたしませんので、今回は水に流していただけませんでしょうか。必死に謝罪をしているのは伝わってくるが、これだけの悪事を水に流せだなんて正気の沙汰ではない。それに加え、彼は俺に何度も無礼を働いている。これだけ厳しい要件があるにもかかわらず、まだ今まで通り働かせてもらえるだなんて思っているのだろうか。これだけ悪事を働いておいて水に流せと。あなたはそう言えるんですか？俺はそう言って、ドンと分厚い紙を若山さんの前に投げた。この紙の束は若山さんの調査をした結果の報告書である。報告書が分厚くなってしまうほどに若山さんが今までやってきた問題行動は多いということだ。これが調査結果の報告書であることを知らない若山さんは、不思議そうにその紙の束を手に取り、そして中身を見て悲鳴を上げた。今までの言い訳が通用しないほどに、詳細に一つ一つの悪事が掲載されている。言い訳なんかしても無駄なんだよ。もうあなたがやったことは、上の者はみんな把握しているんだから。俺がそう言うと、もう言葉を発する気力すらなくなったようだ。若山さんは力なくその場に崩れ落ちた。その後、役員会議が開かれた。そこで若山さんの処遇が決められる。本来、役員昇格間際であった若山さんだが、報告書によって明らかになった普段の仕事ぶり、経費の使い込み、部下への不適切な行為などが非常に悪質だという話になった。とてもじゃないが、これだけの問題行動を起こした若山さんに味方をする者など一人もいない。満場一致で若山さんの解雇が決定した。その処分でも軽いと思えるほど若山さんのしてきたことは重い。さらにその会議で俺は若山さんの名前で採用された戦略案に待ったをかけて本来の戦略案を作った社員たちの名前に戻すことを決めた。そうでなくては頑張ってこの戦略案を考えた社員たちが報われない。名前を戻すに合わせて戦略案を立てた者たちでプロジェクトチームも立ち上げた。おそらくこれで日本支部の本社もより良くなっていくはずだ。またしばらく日本とお別れだな。
山積みになっていた問題を片付けた俺は、これから日本を立つ。俺にはやらなければいけないことがまだまだたくさんある。しばらくはアメリカだけではなく、世界中の各国を回るような忙しい日々が続くだろう。しかし俺は忙しさに負けず頑張っていこうと思う。多くの社員を抱える俺にゆっくりしている暇はない。少しでも会社に貢献し、自信を持って社長の座にいられるように努力していく。